目覚めた地球人へ。今日は思考を止めることと潜在意識との関係についてのお話です。思考を止めるって聞いたことありますよね。思考を止めることで体験できることがあります。今まで自分はダメだとか、私には能力がないとか、魅力がないとネガティブに評価していったという方、何もできない自分に悩んできた。これに気づくまで人生の半分以上本当の自分を知らずに生きてきたという方、最後まで聞いてほしいです。これからの地球は考えてきた思考とネガティブな感情に振り回される時代が終わっていきます。まずは私たちはなぜこの地球に今生まれてきたのか、なぜ今の転換期に生きているのか、ここで地球人とは何かを話していきます。地球人とは地球で波動の性質を持つ意識のエネルギー体です。有の物質世界と無の精神世界を生きる地球存在が地球の人間です。思考、感情、行動を起こすことで物質世界に現実の経験をする意識の現実化の創造ができる存在です。地球で意識のエネルギーの地球人が物質世界での感情や思考の波動で現実化の経験を楽しんで決めていたテーマ、決めてきた目的を達成することがこれから地球で体験することです。この動画を見ることで目には見えないエネルギーを知ることができます。もし地球で映画や漫画のようなことが起きても、今の転換期の地球の浄化として受け入れていくことができます。準備して心構えをします。内面の自分と会話ができるようになると、今までの考え方や概念は全く関係のないことに気づくことができます。感情が思考とつながっていることで、心に悩みを持つ地球人の悩みを少しでも減らしていく応援をする動画です。脳の使い方で感情と思考は止めたり消したり変えたり作ることもできることを一緒に楽しんで知ってもらえれば嬉しいです。今回は思考をテーマにして、思考を止めることは潜在意識の書き換えをすることについてお話ししていきます。個々の考え方もありますが、この動画では私の実験と体験、思考の情報を踏まえて配信しています。では、思考を止めると何が起きるのか、思考の止め方と潜在意識との関係性について話していきます。思考を止めることで何が起きるのか、多分相当怪しい話になります。覚悟して聞いてくださいね。思考が止まることでずっと体の中にいたもう一人の自分が現れます。もう怪しいですよね。オカルトに聞こえますか？自分の中には何でも知っているもう一人の自分がいる。この動画を見ている方は聞いたことありますよね。私はもう一人の自分を魂と呼びます。実は思考を止めるともう一人の自分が目覚めるんです。そうすると今まで経験してきたことのない全く違う世界が現れます。魂を通して見る世界が見える。例えば五感で魂を通して感じる体感っていうものが全く違ってきます。味も音も匂いも色も肌触りもすべてです。今まで出会ってきた人間にも、この人ってこんなに素敵だったって感じるようになるんです。思考を通して見る世界と魂を通して見る世界とでは全然違うんです。一番違うと感じるのは自分という私ですね。捉え方が真逆に感じます。この自分の捉え方が違うんです。なぜなら自分が傷ついた時に心を癒すことができるヒーリングですね。なぜヒーリングができるかというと、
魂がそういう能力を持っているからです。サイキックの能力で地球人の全員が持っている能力です。この状況を作り出せると、自分だけではなくて、周りに存在するすべてのものに対して同じような状況が五感で、魂を通して感じる、体感っていうものが分かってきます。人間の能力って本当にすごいんです。人間以外の動物はこの感覚を常に持っています。実際、もう一人の自分が目覚めている状態だと五感で気配を感じます。考え方や進むべき道、普段の思考とは全く違うアイデアやひらめきが生まれてきます。考えもしなかった状況を知ることができるんです。思考を止めた状態でもう一人の自分につながっていろんな能力を使っている人間もいますよね。宇宙意識につながるっていう表現がいいかもしれません。ここでは思考と魂の2つが別々に存在するっていうことをまず認識してほしいです。今まで解決できなかったこの悩みと不安を持っているなら一緒に解決していきましょう。思考を止めるなんて無理かもしれないっていう気持ちは全く必要はないんです。なぜならネガティブな思考の癖がある方はそれをどんどん悪い方に頭の中で作り変えていきます。できない私はダメなんだとか、他人は私を見下しているとか、頭の中で作っていくわけなんです。それはマインドの問題です。考えてきた思考の罠にはまっている時っていうのは目の前の幸せが見えません。せっかく目の前にリアルな幸せが来ているのにわざわざ目を背けてしまう。今目の前に起きた悪いことをずっと握りしめて、さらに過去を思い出して、その過去の中に自分が生きてしまう。まだ来てもいない未来がこうなったらどうしようとか、お金が全部なくなる、仕事も住む場所もなくなる、パートナーもいなくなるとか思って未来や過去に生きることをしていると、目の前に起きている現実がどんどん過ぎてしまうんです。幸せが見えなくなってしまう。すごくもったいないことですよね。人生をより良い方向に行くには、動画を見てくれているあなたの本当の能力を引き出せるような内容にしていきますね。今、地球で起きていることから未来は想像もつかないかもしれません。人はこれから変化をし続けていくことを地球人の本質は知っています。地球は宇宙の惑星だからです。はじめにお伝えできることは、思考がこんな風に張り付いている見えないお面なんです。この思考は自分からお面を取るって決めないとずっと張り付いたままです。例えるなら、考えた思考を掴んでいる、その握りしめた手のひらを開けて手から離してあげることです。取りたいからどうか助けてくださいって言われても他者には何もできません。やってあげたいけどもできない。本人じゃないと。この思考を握りしめていることをやめる。手放すって決めることです。ただ手を開けばいいだけのことなんです。体に意識を向けることでできます。思考の止め方をお伝えします。瞑想やヒーリングです。後から詳しくお話しします。呼吸に意識を向けるだけ、これだけでいいんです。なぜ体に意識を向けたり、呼吸に意識を向けると、この思考を止めることができるのかっていうのは、思考は未来と過去なんです。来てもいない未来にこんなことが起きたらどうしようって起きてもいないことを考えて、小さい頃からの経験した過去のことが考えてきた思考だからです。
今ここに起きていることに意識を戻すと思考っていなくなるんです。目の前にある物質的なことに意識を向けると思考って出てこないんです。呼吸と体に意識を向けているうちに思考の中に入り込んでいるところから今戻ることができるんです。すごく簡単だと思いませんか？私たち人間は今この年齢でこの地球の転換期を経験するために地球に来て今を生きています。生まれてくる前に性別や容姿などすべての人間は選んで生まれています。人間が地球に生まれてきた目的は個々の課題を見つけて幸せを生きるためです。地球存在すべてに感謝できることも目的です。シンプルに考えたら、今起きている問題を解決している気持ちを何度も何度も意識したら、それが潜在意識に刻み込まれていく。それが一番簡単な方法ですよね。問題の解決に向かっていきます。頭でいろいろたくさん考えている思考を止めて、潜在意識の思考に変える。思考を車の運転で例えて言うなら、今まで運転をしていたのが考えてきた思考。運転席を考えてきた思考ではなく、潜在意識に操縦を代わって感じる思考に運転してもらう。その主導権を潜在意識に渡す。頭で考えてしまう思考とは、頭で考えて分かる範囲で人生をコントロールしようとする思考です。この思考っていうのは基本的にエゴと言われています。エゴというのは自我で、自我は自分がこの世界に存在しているという勘違いをしている存在なんです。この思考では全てはうまくいかないんです。魂っていうのは誰でもない真我で本来の自分なんです。なぜ頭で考えてしまうぐるぐるとした思考が出てきてしまうのか。それは潜在意識の中に今までいらない情報や無駄な情報を入れてきたから、たくさん入っているからです。だから頭で考えるんです。例えば思考、感情の代表は恐れや心配、不安です。この思考っていうのは誰しも入っている思考です。潜在意識の中に恐れがたくさん入っていれば、頭でコントロールしたいっていうエゴ的な欲求が強くなるんです。コントロールしようとして自分の人生とか自分の現実を思ったようにコントロールしようとします。しかし狭く限定されてエゴの欲求なので、その欲求が叶うことはほぼないんです。潜在意識の中に入っている一種のバグのようなもの、本来だったら必要のない不正なプログラムです。潜在意識を書き換えるっていうことは、頭でぐるぐると考えてしまう思考を止めていくことです。思考が止まれば頭で考える時間がなくなります。感覚が優位になってくるというわけなんです。この感覚っていうのがまさに潜在意識を使う上で重要なポイントになっているわけです。感覚が潜在意識と強くリンクしているんです。自身の心地よさっていう感覚を日々感じるようにすることです。好きなことをして一つに集中すること、本来の感覚の感じる思考が本来持っている意識の状態に潜在意識がなっていくんです。そうなるとそれが現実化される。頭で考える思考でコントロールしようとするのを思考がやめれば、どんどん感覚が優位になっていくということです。その感覚に身を委ねれば、現実が好転していくということですね。感覚に身を委ねるっていうその度合いを上げていくには、エゴを捨てていく意識を向けるんです。恐れも不安も心配も
不足感も焦燥感もエゴなので手放していく必要があるんです。すごい重要になってくるのが自己の内観です。この悩みを解決するためにどんな情報を探してきましたか？今まで経験、体感していることはすべてあなたが望んだことで選んで体験してきたことです。この動画を見ている時点でこの悩みの解決や今からの人生の見つけ方を知ることに近づいています。地球人の目的はこの地球で決めているテーマを達成すること。決めてきた課題をやり尽くすちょうどいいタイミングにこの健康で有限な命を意識し始めることで自然とモチベーションがアップして自身を成長させることができます。さらに自信が出てきます。もしかしたらこの課題が地球での目的の一つで克服したその先に本当のテーマや使命があるかもしれません。ここでまとめです。思考を止めることと潜在意識を書き換えるってことはすごい方法だと思います。ゲーム感覚で軽い感じでドライにやるのがいいと思います。即効性があるのは自分自身にヒーリングすることで癒しですね。考えてきた思考がなぜその感情になるのかって自分に質問することです。エゴ自体を観察するとか、エゴの正体を明らかにすること。本当にエネルギー的に潜在意識の書き換えをやってしまえば、エゴ自体が気づいて思考に出てこなくなってくる状態になるわけです。意識でヒーリングをすると、なんか気づいたら考えてきた思考が止まって、現実が良くなっている。気づいた時にはもう手放しているんです。ヒーリングをすると潜在意識を書き換えることが起こるんです。ネガティブな感情に蓋をしたり無視したりはしません。出てきた感情を必ず認めます。ヒーリングで知らない間にエゴがなくなるんです。エゴがいなくなるとその潜在意識の感覚が優位になるわけです。ポジティブな感覚とか心地よさで生きることによってそれが現実化をする。ヒーリングで簡単に現実化させることができるっていうことなんです。ヒーリングを使ってエネルギー的にショートカットしてヒーリングで気づいたら人間関係や収入などなぜかわからないけど現実がいい感じになっている。思考を止めることができていることになります。思い浮かばなかったインスピレーションが起きたり、ひらめきをやってみようとやった結果、それが現実につながって自然と現実を変えられるような意識の状態をセッティングすることができるんです。ヒーリングをおすすめします。だから願望が実現するとか願いを叶える人生のステージを上げたいときには重要なのがエゴの手放しをすること。エゴは思考なので手放すことができるかなんて考えなくていいんです。無理やり頭で考えることはやめなくても自然と考えてきた思考じゃなくて感じる思考の感覚にフォーカスできるような意識の状態を作っていくのが得策だと思います。それができて自然と感覚優位になってくれば現実というのも自然とより良い方向に行くし人生のステージを上げていくことができるということです。頭でぐるぐる考えるんじゃなくて感覚に戻すこと。エゴを手放していくことを実践してほしいです。今から思考を止める体験の仕方をお伝えします。瞑想、ヒーリングです。思考が止まる状態というのは意識状態が深まります。車の運転や入浴などでは
危険です。危険ではない環境でやってください。まずはリラックスできる状態にしましょう。椅子でも床でもリラックスできる状態です。そして目を閉じてゆっくりと息を吸ってゆっくりと吐いていきます。ゆっくり息を吸って少し呼吸を止めてゆっくり吐き出します。これをずっと繰り返して意識をどんどん深めていきます。ゆっくり深呼吸を続けてみてください。ヒーリングの場合は自己の内観です。その感情になる自分に質問をする。エゴ自体の観察をしてエゴの正体を明らかにすること。即効性があるのは自分自身にヒーリングをする癒しです。エネルギー的に潜在意識の書き換えをやってしまえば、エゴ自体が気づいて思考が出てこなくなる状態になるので、気づいた時にはもう手放しをしていて、考えてきた思考が止まっていることがわかるんです。思考の意識が今止まってたかなという瞬間を感じ取った方は、このまま続けていけばその状態を長くしていくことができます。普段から練習していくといろんな能力が目覚め始めます。お金も恋愛も仕事も健康も思考の習慣なんです。このやり方だったらやれるかなと思う方法を何度も聞いてやっていくというのが一番いいと思います。地球人はどこまで成長できるのか、どんな壁も乗り越えられるのか、どんな人生にしていきたいのか、はっきりとした人生のゴールを決めると、すっきりと心が感じて一生懸命に生きていけます。普段当たり前に出てくる思考は人生で考えてきた記憶のようなものです。人間は脳を使うことで現実を作ります。今までの考えてきた思考ではなく、これからは感じる思考、自分の本質で現実を作ることができます。今までの古い概念や思い込みを外して、新しい考え方も取り入れていくことで、今からの地球の波動に合っていきます。自分自身のできることも分かってきます。他者のことは気にせずに、批判もせず、比較もせず、波動の低い感情はどんどん手放していきましょう。心地の悪い感情をすべて手放すことです。あなたは存在しているだけで個性の存在です。地球に生まれてくる前に決めて、選んできたゴールを見つけていけます。地球人の望む未来は今ここにあること、宇宙の中の地球に生きていることを心から喜んで感謝することで、壮大な経験をする時が来ます。アイデアとひらめきは、個性のこれからのスキルで人生を歩いていける道しるべです。個性を生かして、魂に従って独自の生き方になります。自分を許している寛容な気持ちを何度も意識してください。それが潜在意識に刻み込まれて、本当に最善の方法で問題の解決に向かっていきます。今を生きているユニークで勇気のある素晴らしい地球人は、自信に向き合うことで個性を知ることができます。他者と比べる、競う、争うことは必要なく、全く無意味なのです。あなたはたった一人の個性のある存在です。あなたの代わりは、この物質世界の地球には誰もいません。他者にも代わってはあげられません。なぜなら、個々のテーマと目的のために生まれて、地球に生きているからです。この動画が役に立った、面白かった、参考になったなどあれば、コメントで教えていただけたら嬉しいです。これからの動画作りの参考にします。チャンネル登録お願いします。高評価していただけると励みになります。
最後までご視聴いただきましてありがとうございました。心より感謝いたします。